皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日は朝から曇り空で、それでも庭の気温は32度ありました。今にも雨が降りそうなお天気ですが、今回はこの花を咲かせているカンテの茎についている葉を取り、葉差ししていこうと思います。実はカンテは葉差しで増やすことができるんです。とはいうものの、このカンテの大きな葉をもぐのはちょっと心配ですよね。そんな時、このシャビ穴の花芽の茎にたくさん葉がついていたので、葉差ししたのを思い出し、そういえばカンテにも花が咲いていたなと思って、カンテの花芽の茎についている葉で葉差ししようと思い立ったんです。そしてどのカンテにもたくさんの枯れ葉がついていました。とりあえずこの枯れ葉はすべて取っておきます。枯れ葉を取っていると、その隣の葉も根元が黒くなっていました。株元にもう一枚取れている葉がありました。成長点付近も少し黒くなっているため、この葉では葉差しはちょっと無理そうです。それでも茎はなんとか大丈夫そうなので一安心です。はい、ということで早速このカンテの花芽の茎をカットして、この茎についている葉を研いでいきます。思っていたよりも茎は太く、葉は少し小さめでした。ちなみに花芽の茎についている葉の成長点は花芽の茎と接触している部分にあるため、少し葉の内側についています。そして茎から葉を外すときは、茎を軽くひねり、葉の根元を持ち茎を軽くひねるだけで簡単に葉がポロッと取れます。花芽の茎から取った葉は10枚以上ありました。用意した土にカンテの葉を葉差ししていきます。花芽の茎から取った葉は成長点が葉の内側についているため、土に葉を刺していくときに成長点が下向きにならないように、成長点がある面を上に向けて土に刺していきます。このポットには大きめの葉を選び葉差ししています。残りの葉は小さかったため、すべて同じ鉢に葉差ししました。あとは芽が出てくれるのを待つのみ。ちゃんと芽が出て育ってくれるといいんですけどね。はい、そして少し前にランナーをカットして刺していたマクドガリー×ラウレンシス、今の様子を見ようと思い持ってきてみたものの、茎がビヨーンと伸びきってしまっています。これはしっかり根付くまで日陰で管理しようと思い、そのまま根付いた後も場所を移動させなかったせいですね。茎が伸びきってすっかり徒長してしまっています。ちなみにカットして土に刺した直後の写真がこちらになります。そしてカットした後の親株がこちらなんですが、今の様子はというと、親株も日陰で管理していて、雨に濡れて水を吸ったため元気になっていますね。また新しいランナーも伸びてきていました。そして玄関前の多肉棚の葉差しコーナーを見てみると、この暑さで枯れている葉差しがたくさんありました。せっかく芽が出ていたのに、これはとても残念です。とりあえず
枯れてしまった葉ざしのポットはすべて取り除いて、ここに先ほどの寒天の葉ざしやシャビアナの葉ざしをまた入れ替えようと思います。ついでなのでポットの枯れ葉もきれいに掃除しておこうかな。それでは葉ざしの様子を一つずつ見ながら枯れ葉取りをしていこうと思います。まずはこの紅スズメ、枯れ葉を取ろうと思ったら小さな芽がついていて、これは外さずにそのままにしておくことにします。無理に枯れ葉取りをしてダメにしてしまうのはかわいそうですからね。次はこのホワイトザラゴーサです。1枚だけ葉は残っているものの、あとはすべて枯れてしまっていました。しかもこの残っている葉は成長点付近がカルス化しているみたいで、これは芽が出るのは難しいかも。それでもとりあえず置いておこうかな。お次はこのエルフストーンです。これも枯れ葉に小さな芽がついていますが、この枯れ葉は取っても大丈夫そうかな。枯れ葉を取った後はピンセットを使い少し深めに植えておくことにしました。そして枯れ葉を取った後は少し水やりをしました。フリフリした葉がかわいいサフランとミサリの葉ざしをしていましたが、ミサリは枯れてしまいました。そして残念なことにミサリの親株も庭の多肉棚の一番上で枯れてしまっていたんです。そして1枚だけ葉が残っていたこのティッピー、葉を抜いてみようと思い引っ張ってみると根が出ていて抜けませんでした。このままかわいい芽が出てくれるといいんですけどね。そして前回胴切りして葉ざし用の葉を取ったパウダーブルーも見ていきましょう。やはり葉をもぐときに茎が割れてしまったため、せっかく長く残した茎が茶色く変色してしまっていました。ちゃんとこぶいてくれるのかとても心配になります。ロゼット部分は綺麗なままで一安心。ついでにもいだ葉も気になるので、芽や根が出ていないかチェックしていこうと思います。1枚ずつ見ていくとどうやらまだのようです。ていうか前回も言いましたが、パウダーブルーが葉ざしできるかどうかもわからないので、もうしばらくはこのまま様子見ですね。それでもこのパウダーブルーの葉に変化がなければ、一度土に刺して様子を見るのもいいかもしれませんね。はい、ということで今日は寒天の花芽の茎についている葉を使い、寒天の葉ざしをしていきました。その他にも葉ざしの様子や胴切りした多肉のその後を見ていきました。今年は本当にたくさんの多肉をダメにしてしまったため、これからまだまだ増やす作業をしたいと思います。葉ざしや胴切りで多肉のクローンを作り、保険株を作って、今回のミサリのように親株も枯れてしまい、葉ざしも枯れてしまったなんてことがないように、もしもの時に備えて多肉を増やしておきましょう。この動画が良かったなって思っていただけたら、
高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。